こんにちは、イラストレーターのバビンチです。この動画では簡単な言葉で手の描き方について解説します。1、大事な考え方。2、簡単な構造。3、魅力的な形の整え方です。それでは解説を始めます。1、大事な考え方。手の形っていうのはですね、本当に複雑ですよね。そんな複雑な手を見ないでも描けるようになるっていうのは、やっぱりかなりの勉強と練習が必要ですよね。っていうのは、実は勘違いなんです。手はですね、この複雑な構造を完全に理解し、それを覚え込むまで練習する必要はありません。じゃあどうすればいいのか。簡単です。お手本を見ながら描きましょう。インターネットにはいくらでも資料がありますし、なんならですね、自分の目の前に大抵の人は自分で手を持っていますよね。この本物があるんだから存分に見ましょう。難しい角度であれば写真を撮ってみればよいです。しかし写真を見ながら見よう見まねで上手に描けたとしても必ずしもリアルに描くことが絵柄にマッチするとは限りませんね。そう、見よう見まねで上手に描くことだけを意識するのではなく、ちゃんと実物を見た上で細かいニュアンスは自分で変更していくという考え方が大事なんです。2、簡単な構造。写真があったとしても、ある程度構造を理解しておくとより描きやすくなります。今回は、どのような手の見方をすることで効率よく練習できるのかというのを段階的に紹介していきます。1、手は親指プラス残り。手のバランスをつかむ上で最初の段階はこちらです。簡単なポーズであれば、このように手は親指とその他だけのパーツでできているという風に見ることができます。ここでの注意点なのですが、親指は根元の関節がこの青い部分の根元になるので、ここから線が伸びるし、親指が動くということもポイントになります。この考え方を使ってですね、このように親指を分けて考えるという方法も試してみるといいです。2、人差し指を分ける。今度は先ほどの状態からさらに人差し指も別のパーツとして分けてみます。パーツ分けの意識としてはこのような感じですね。先ほどよりは少し複雑にはなりますが、人差し指が加わるだけでかけるポーズがたくさん増えるので、この意識も練習してみてください。ここで親指以外の指が初登場するので、その指のバランスの取り方を軽くご紹介します。こちらの右上のイラストですね。赤い線で目印をつけているのですが、これが人差し指の関節の位置です。この関節がですね、このように、大体ですが、根元から指先までちょうど半分に割ったくらいのところが第二関節、そこから指先までさらに半分に割ったところが第一関節というように分けると大きなバランスの崩れがなくなるので、これを把握しておくと手を描くときに便利ですよ。3、残りの指も分ける。ここまでの内容に慣れてきたら、いよいよ指をすべて分けても構造を捉えやすくなります。ここで新しいポイントをもう一つご紹介しましょう。こちら意外と気づいていない人も多いようですが、手の甲側から見てみると関節が出っ張って見えるのでわかりやすく、この位置に指の付け根の関節が来ていますよね。しかし、これは反対に手のひら側から見れば関節がここにあるということになります。これが初心者が陥りやすい罠です。シルエットだけを捉えると、これより上の部分から指が曲がりそうですよね。そしてこのように書いてしまう人も多いですが、これが間違いということです。正しくはこれより下の関節から曲がるということなので、このようになります。この右のお手本のイラストですが、差がとても小さいので、よく見比べてください。
あまり大きな差には見えないかもしれませんが、こういったところまで意識して自然な手をかけるようにしましょう。このポイントはですね、想像だけで手を書くときももちろん間違いやすいし、なんならお手本を見ながら書いていても先入観で間違えてしまいやすいところなので、特に注意しましょう。3、魅力的な形の整え方。まず、手の男女差を書き分けるところから始めてみましょう。男性の手はこの左のイラストのように角張って線もあまり整いすぎず武骨な感じになります。対照的に女性の手はこのように丸みを帯びて線も整え細くしなやかになっています。まずはこういった違いをしっかり意識するために自分が描きたい方の手だけではなくどちらも描いてみてその特徴を実感してみるということがおすすめです。こういった風に形を整えるためには資料を見たときに骨格を意識しましょう。輪郭や明暗だけに意識を向けてそのまま書き写していては整える練習にはなりません。ではそういった風にお手本を見ながら骨格を意識してラフを取りつつ目的に見合った形の整え方という流れを今から実践してみせますので、ぜひ一緒にやってみてください。まず、こういったお手本の手があるとします。こちらは自分の手を見ながらでもいいし、インターネットから拾ってきた手でもいいし、スマホなどで撮影した手でも大丈夫です。こういったお手本に対し、まず、ラフを取っていきます。今回は例えばこのようなイメージのラフを取ります。ここで意識しているのは、まず親指の一塊の部分、次に人差し指が中指、薬指、小指の塊から離れているということ、そして特に骨格の向き、どの指がどの関節でどの方向を向いているのかということを意識的に直線で当たりを取っています。こちらの手は今から男性の手として整えていきましょう。ゴツゴツと線を書き込んで武骨な感じを演出します。こんな感じですね。続いてのお手本はこちらの左の手に対してラフはこのように取っています。こちらかなり大雑把に見えますが、こちらの手は5本の指がそれぞれ違う向きを向いており、塊として見ることが難しいので、それぞれの指について骨格の向きのあたりを直線で取っています。ただし、親指は初めに紹介したようにパーツ分けして大体の位置をラフとして書いています。こちらは今度は女性の手を意識しながら書いてみましょうか。しなやかさを意識しながら線をきれいに引いていきます。指の付け根は手のひらで曲がっているという点に注意でしたね。できました。手がうまく描けないと思ったとき、実はそれはそもそもその手のポーズが魅力的ではないということもあります。描く練習をすると同時にポーズにも気を配っていろいろな作品を見てみましょうね。また、今回の動画では手の形の男女差に着目し解説をしましたが、さらなる細かいニュアンスは作家それぞれの個性が強く現れるところです。それも意識しながらいろいろな作品を見てみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今後もイラストに関わる動画を上げていきます。質問や感想、動画のリクエストなんかもコメント欄でお待ちしております。こちらの動画ナイスだと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、それか高評価だけでもよろしくお願いします。それでは。